今日のゲストは厚切りジェイソンさんです。どうぞよろしくお願いします。ここからはですねはい。それがでかかった。お願いします。どうも。今日のゲストは厚切りジェイソンさんです。どうもお願いします。今日はですねブレイブソフトの社員の皆さんに来ていただいているのでいろいろ質問していただこうかなと思います。庭と言います。鶏。庭です。僕筋トレが趣味なんですけど、ウィキで厚切りジェイソンさんって胸が厚いから厚切りっていう風に書いてあったんですけど、筋トレされてるんですか？はい。知ってんですか？ベンチどれぐらい上がりますか？今はちょっとやってなくて、でもアメリカに行った頃は140キロ上げました。僕で100です。聞いてないです。はい。そう。今は割と自分の体重でやってるんですけど、腕立て伏せとか懸垂とか。今何キロなんですか？体重は 85.1 でした。僕ぐらいですね。同じですね。筋トレの質問が早速出ましたね。いいですね。はい。続いて質問ある方いらっしゃいますか？120センチです。質問の前に脅威。すみません。今まで厚切りジェイソンさんはたくさんのホワイジャパニーズピーポーを発表されたかと思うんですけど、逆にそのホワイアメリカンピーポーって何かありますか？ないなあるだろうけどな。どうだろう。結構重いやつならあるけど、それはあんまり言いたくないんだよな。どうですかね。まあでも普通に言語で言うと今娘たちも英語を教えてるんですけど、結構例えば知ってるという意味の No の最初に来る K とかなんで発音しないんですかみたいな。そっち系大丈夫ですか？あとなんかシープと羊なんで S つかないんだろうとか英語勉強してると。いやでもそれ言われたらさ、日本の数え方の方がおかしいんですよね。イカとかは何杯とかさ、おかしいですよね。でもほとんど S つくじゃないですか。日本語の複数形がないのはもうめんどくさいですけどね。人たちとか犬がいっぱいいるかどうかわかんないですよね。犬がいましたっつって犬たちがいましたと言わないじゃん。玉ねぎ買ってきてって言われて、その人は複数個買ってきて欲しくても複数形にできないから1個買ってくるみたいなことも起きそうですね。そうですよ。玉ねぎ何個が必要ですかっつって買いすぎや。他に質問ありますか？真面目な質問になってしまうんですけども、コロナの状況について質問したいです。ジェイソンさんは多分日本とアメリカで両方ともビジネス経験されると思うんですけども、日本、アメリカ含め世界でコロナの人が増えている中で、今後の IT 業界はどのような方向に進んでいくと考えますか？多分このリモートワークがコロナ終わっても続くと思いますけど、あとは大都会から離れてあちこちエンジニアがネットでもつなげて働くような環境が新しく出ると思うんですね。でそうするとみんながオフィスに集まる必要はなくなると思うんですけど、富士通も発表したんですよね。オフィスを結構小さくしてみんながテレワークをさせるような、そういうのが多くなると機会が増えていろんな人がいろんなところからできるようになると思うんですけど、そうすると本当に国内じゃなくても全世界とつながりやすいからいい機会がこれで生まれると思います。特に IT の方ですと。知らんけどありがとうございます。僕はコロナの前からもともと IT の会社に行ってたのは月3時間ぐらいしかなくて、でそれ以外はずっとリモートだったんだけど、コロナになってからこれは4ヶ月に3時間になりましたね。コロナになってから1回も行ってないもんで、全社員も同じようにできるだけリモートしましょうと推進して、意外とできるもんだなと気づきましたね。逆に困ることってないんですか？印刷と捺印とかはいろいろ溜まってますね。日本文化でハンコってイライラしませんでした？日本の会社なんでハンコ捺印する必要があるものがあるんですけど、月曜日久しぶりに行きますんで、ハンコ押しにハンコ押しに本当に捺印しないといけないものがとんでもないずっとカン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 とやってると思うんですよ。4ヶ月分のカン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 で、それも全部例えばこのコロナでハンコじゃなくてもいいじゃんという気づきも、そういう動きも出てくると思いますし、昨日か一昨日かニュースで見たんですけど、この1年間で変わるらしいですよ。行政のデジタル化進むって。行政も多分いろいろ促しが出てくると思うんですよね。動き出したっていう楽しみですね。いいよね。いいところもありますよね。他に質問ある方いらっしゃいますか？自分ちょっと社会人始めたてで、日本とアメリカでビジネスとエンタメを経験されて、ジェイソンさんがもし 1,2 年目に戻るならどんなことをしたいとか、どんなことをやっとけばよかったかなみたいなのはあったりするんですか？
僕は1年目に戻っても多分同じようなことをやると思うんですけど、僕は新卒入った時は最優先に考えてたのは自分の成長だったんですね。僕は GE に入った理由で言うと、修士号も負担してくれてたんですけど、それはほぼ強制的に修士も取ってもらいます。でそれを並行してこういうソフトも開発しながらもこういう特別な訓練、実機のリーダーを育つようなプログラムに入ったんですけど、自分の成長をできるだけ早くしたかったので、若い時は別にいくら頑張ってもいいからとりあえず自分の成長したいですと。で後でライフステージが変わっていくとちょっと優先したいところが変わってくるんですけど、今は娘さん3人いますし、家族との時間はもっと大事にしたいとか、そこまで頑張るというよりもバランスよくいろんなことをやりたいにシフトしましたんですけど、最初の頃はそういうような責任とかはほとんどない時代は結構成長しとくと、あとはいろんなバランスよくいい立場でできると思いますけどね。知らんけど知らんけどじゃあもう若い時はもう成長はやっぱり相当大べきだっていう。僕はそう思いますけどね。責任が大きくなると成長しにくくなるのは事実だと思うんですけど、会社の責任という意味ではなくて、自分の他のやらないといけないこととか家族のこともありますし、例えばローンの返済もあるから危険なそのリスクのある転職はできなくなるとか、なんかいろんなことが後で制限になるので、制限されないところでできるだけ挑戦した方がいいと思う。めちゃくちゃやっぱ頑張ったんですか？頑張ってましたね。新卒の最初の5年ぐらいはものすごい頑張ってました。寝る時間とかも削って、仕事もフルでやった後に大学行ってで勉強して宿題もあって特別なトレーニングもあって、それは仕事の後のことだったので1日 2,3 時間ぐらい寝る週とかもあったり、大学院と会社をやりながらも同時に日本語検定1級も独学で取りました。だから全部一気にバーッとやっとくと後でいろいろできるんじゃないかなと思ってできましたね。どうですかね、皆さんプログラマーですか？半分ぐらいですかね。で残りの半分はディレクターとかマネージャーとか。プログラミングする人、いじめる人はいないと思う。いないですか？そうですね。じゃあグローバルにたい人はいるんですかね。なんで日本でプログラミングをやりたいと？今の話なんですけど、僕も4歳の娘がいて、いつも NHK の番組拝見させていただいてるんですよ。緑くじだ。そうですそうですそうです。やっぱ今英語とプログラミング両方やらせたいと思ってるんですね。なんでそういう教材というかジェイソンさんが作っていただけると、娘もすごい大好きだし、英語も学んでプログラミングもできるみたいなのを質問というかお願いなんですけど、ぜひ作ってください。NHK 教育テレビで英語の番組もプログラミングの番組も両方あります。よかったら見てください。拝見ありがとうございます。他質問どうですか？ブレイブソフトでそのイベントスっていうイベント用のサービスを担当しておりまして、ジェイソンさんが日本の展示会、よくビッグサイトとか、カリメッセとかでいっぱいの企業を出展するやつあると思うんですけれども、一番イラッとしたようなことって何か聞きたいなと思いまして。名刺交換だね。展示会でなんだろうね、絶対会ってないのにまだ喋るんですかというのは多いんですよね。多分アメリカはもっとフラットにこれは興味ないとすぐ断って次のところ行くんですけど、日本は興味なくても長く喋っちゃう人もいるんですよね。でそれはお互いに時間の無駄にしてるだけで、他の機会も逃してるかもしれないし、もっと明確にした方がお互いにスムーズになるかもしれないと思うんですけど、アメリカだと逆にその出店者側も同じようにもう違いますわってこうやりますね。これを本当に絶対入る可能性はゼロと思ったら、その人を逃して次の人に話しかけた方が勝率上がるんですよね。けど日本もそうあった方がいいなってことですよね。どっちもどっちですけど、もう一つの違いはアメリカの場合は基本コミッションなんですよ。だからこの人は自分から買わないと思った瞬間はバーンと来て買う可能性のある人を探す。でも日本はもしかしたらコミッションじゃなくて、でもう大事にしたらゆくゆく将来10年後もしかしたらこれなんとかなる。でそれもいいケースもなくはないんですけど、それもやり方の違いだけだと思うんですけどね。個人がすぐ目標を達成したい人にとっては多分アメリカのやり方の方がその結果につながりやすいと。すごい勉強になりました。ありがとうございます。日本はとりあえず会いましょうで。それも嫌ですよね。とりあえず会いましょう。とりあえず会いに来たんです。はい。アメリカで僕は 1,2 年ぐらいは営業回ってた時期もありました。セールスエンジニアとして細かく技術的な質問来た時説明するための役割として、偉い人が出てきて会議の途中でいやこれいらないと判断したらもう出るから、何も言わずにいやこれはもういいです、もう関係ないです、もうバーンっつってもうやることあるんでバーンっつってさよならっつって
でそうするとうちもこれ以上時間を使わなくて済むからちょっと辛いかもしれないですけど、後で考えたらその方がいいよね、お互いに。絶対可能性はゼロだったらさ、これ以上続けたらお互いの無駄な時間を作ってるだけですから。日本人そこでなんか人脈みたいな、今なくても人と人でつながっとこうみたいな感じでやってる。多分アメリカの場合は 2,3 年でもう転職するんですよ、基本。だから人脈作っても変わりすぎるから動的すぎてて、で日本でずっとキャリアだったら一生この会社だったら人脈作る価値があるかもしれないですけど。今の会社長いですか？僕ですか？はい、どれぐらいですか？8年になりますね。一番長い。その前は2年で、その前は3年。基本3人以上続く人はできない人とされる。すぐ出世のために次のところを探し出す。ずーっと同じことをやってる人は成長してない人に見える。そこでやっぱりキャリアアップがあったからってことですか？キャリアアップがあったから転職しましたね。今長く続いてるっていうのは同じ会社にはあるんですけど、途中でいろんなことを変えてるんですよね。例えば最近ですとベンチャーファンドを運用する会社も新しく作って、でそちらの取締役をやったり、メディアの仕事も途中でやりだしたり、同じ会社に残りながらもやってることもどんどん変わっていく形だったから、まあ変える必要はないかな。なるほどなるほど。そうですね。じゃあちょっといろいろと、はい、どうですか？でもお聞きできたところで興味ないということいやなんか一つも聞きたいことはない。結構時間が漏れてる。時間があれだから、はい、という言い訳にしときましょう。いいですよ別に。はい、全国のエンジニアの声を集めて面白いことをやってきます。チャンネル登録お願いします。